NFL ドラフトを経て各チームの戦力がだいぶ整い始めてきた昨今回は NFL 入門動画として今年先発 QB として活躍するであろう選手たちをご紹介。まだ開幕まで変更はあるとは前置きをした上で、第1弾は AFC 全16チームの16人の選手たちをご紹介していきます。まずは AFC 東地区から。昨年地区優勝を果たしたビルズの QB はジョシュ・アレン。すでにチームの絶対的存在となっており、ビルズの顔。素晴らしい剛腕とパワーあふれるラン能力を兼ね備えたアレンはマホームズの最大のライバルとも言われている存在。毎年のようにシーズン MVP レースにも食い込んでくる彼ですが、昨年は地区優勝をしながらも非常に苦しい時期を過ごしたと言えるでしょう。23年はパス4306ヤード29タッチダウン18インターセプション。特にインターセプションはキャリアで最も多い1年となってしまいました。ランでは524ヤード15タッチダウン。ランタッチダウンで例年の倍くらいの数字を叩き出した彼ですが、逆を言えばパスオフェンスの不調により走らざるを得なかったシーンもあったように思います。このオフシーズンは最強のデュオを組んでいたエースレシーバーのステフォン・ディブスがチームを去り、来季は若いレシーバーたちを束ねていかなければならない状況。チーム改革が進む中、どのようなパフォーマンスを見せるかに注目です。昨年圧倒的なオフェンスを見せたドルフィンズの先発はパスヤードランキングで堂々の1位に輝いたトゥア・タゴバイロア。20年のドラフト1巡目全体5位でアラバマ大学から入団した彼ですが、逸材と言われ続けながらもなかなか活躍できなかった日々を過ごしていました。しかし昨年強力な攻撃陣が揃うとついに本領発揮。パス4624ヤード29タッチダウンというキャリアハイの成績を収め、自身初のプロボウルに選出されました。今年はルーキー契約5年目を迎えており、24年もしっかり働ければ近いうちに契約延長に合意することが濃厚という感じではないでしょうか。 NFL には珍しいレフティの選手。これまでたびたび負傷壁が問題視されていたタゴバイロアですが、23年はキャリア4年目にして初めてフル出場。メインターゲットは昨年のレシーブ王であるタイリーク・ヒル、そしてヒルにも劣らないスピードを持つジェイレン・ワドル。ドルフィンズは昨年得点2位とオフェンスは絶好調な状態。来季もタゴバイロアの課題はしっかりフルシーズン戦えるかというところになってきそうです。2010年代最高の QB の一人、昨年ジェッツへと渡ったアーロン・ロジャースはこれまでシーズン MVP4 回、オールプロファーストチーム選出4回、プロボウル選出10回を誇る現役レジェンド選手。22年をもって引退したトム・ブレイディに並ぶ史上最高の QB の一人と言われている選手です。満を持して新チームへと渡った昨シーズンですが、開幕戦でアキレス腱の断裂という大怪我を負いそのままシーズンアウト。多くのファンが待ち焦がれた彼の復帰は24年シーズンに本格的に叶いそうです。現在40歳のロジャースですが、パス、判断、ゲームメイク、どれをとっても未だに NFL トップクラスと言えるでしょう。22年のオフェンス新人王であるレシーバーのギャレット・ウィルソンを筆頭に、チャージャーズからベテランレシーバーのマイク・ウィリアムスを獲得。オフェンスラインではベテランタックルのタイロン・スミスを獲得したジェッツ。未だ未知数ではありますが、非常に手強いチームへと進化しているのではないでしょうか。トム・ブレイディとビル・ベリチックを中心に2000年代から圧倒的な王朝を築いてきたペイトリオッツは、その終焉を迎えてから新チームの構築に右往左往している印象。このオフシーズンには先発であったマック・ジョーンズを放出。ドラフトで新人 QB を獲得することが濃厚でしたが、そのターゲットとなったのはノースカロライナ大学のドレーク・メイ。現時点では順調にいけば彼が24年シーズンの先発 QB というのが想定される流れでしょう。全体3位で指名された逸材は身長193センチ体重103キロという素晴らしいフィジカルを持ち、正確なパスと時に相手ディフェンスをランで突破する能力を併せ持つ選手。昨年4勝13敗と低迷したペイトリオッツはレシーバー不足が深刻な状態。チーム一の成績を残したルーキーのデマリオ・ダグラスでも昨年のレシーブは561ヤードという状態。得点力31位に沈んだオフェンスをどのように立て直していくかが注目ポイントではないでしょうか。昨年 AFC の第1シードを獲得したレーブンズの先発 QB は NFL 最強のモバイル QB であるラマー・ジャクソン。昨年の開幕前に5年総額260ミリオンという超大型契約を獲得した彼ですが、昨年はその実力を証明したと言えるでしょう。
16試合に出場し、パス3678ヤード24タッチダウン7インターセプション。ランでは821ヤード5タッチダウン。ここ数年ベンガルズに主役の座を奪われていた状態だったのですが、素晴らしいオフェンスと NFL 最強クラスのディフェンスで見事地区優勝を果たしました。昨年のジャクソンはキャリアハイのパスヤードを叩き出し、不安視されていたモバイル QB ならではの怪我という問題を克服しつつある状態。さらに自身2度目のシーズン MVP も獲得。爆発的なランで獲得した1回目の MVP とは違い、成熟した姿を見せてくれました。昨年チーム1位の858ヤードのレシーブを記録したゼイフラワーズを中心に、今年も進化したパスと最強のランで頂点を目指していきそうです。エースランニングバックのニック・チャブの早期離脱、そして先発 QB のデショーン・ワトソンの離脱と、主力メンバーが次々といなくなってしまった状態で11勝6敗を挙げ、見事プレーオフに進出した昨年のブラウンズ。今年も先発 QB にはデショーン・ワトソンが座ることが濃厚なのではないでしょうか。テキサンズで輝かしいキャリアを築いた彼ですが、ブラウンズに移籍してからは未だ結果を残せていない状況。昨年は6試合の出場にとどまり、1115ヤード7タッチダウンという成績。非常に高額な契約を結んでいるため、チームが求めている活躍には程遠い状況といった感じでしょう。現時点では離脱した主力選手がしっかり開幕には戻ってくる状態と言われているブラウンズ。昨年はバックアップのメンバーやディフェンスが大活躍し、非常に高評価を得たチームですが、24年にどのような姿を見せるか非常に楽しみな状況です。昨年10勝7敗という成績ながらプレーオフ進出を逃してしまったスティーラーズは、このオフシーズンにかなり積極的に動いたチームの一つでしょう。昨年までの先発 QB であるペニー・ピケットをイーグルスに放出し、ブロンコスから大ベテランのラッセル・ウィルソンを獲得。24年シーズンはウィルソンが先発に座るのではないかと現時点では言われています。超大型契約でブロンコスに移籍したウィルソンは2年間でチームを浮上させることはできず、巨額のデッドマネーを残しながらスティーラーズへ移籍。そのためスティーラーズはわずか120万ドルの負担で彼を獲得。昨年は15試合で3070ヤード26タッチダウン8インターセプション。彼もまた数々の栄光を手にした現役レジェンド選手ですが、キャリアの終盤を迎えている今、どのような活躍を見せるのか非常に楽しみです。さらにウィルソンのバックアップとして昨年のベアーズの先発 QB ジャスティン・フィールズも獲得。 NFL 最強クラスのラン能力を持つフィールズですが、仮にウィルソンが不調でもバックアップに素晴らしいタレントを揃えることにより戦力を安定させるという方向で戦うことになりそうです。ここ数年 AFC 北地区の王者として君臨してきたベンガルズですが、昨年はチームの中心である QB のジョー・バローが負傷離脱からのシーズンアウトという不運に見舞われ、最終成績9勝8敗で地区最下位に沈みました。とはいえ北地区自体が最強地区であったため、バローが戻ってくればまた同地区の優勝候補として存在感を表してきそうな状況。昨年のバローは10試合で2309ヤード15タッチダウン6インターセプション。相方であるレシーバーのジャマール・チェイスも1216ヤードを獲得。そしてセカンドターゲットの T ヒギンズの残留にも成功している状態。気になる部分としては昨年1034ヤードを走ったランニングバックのジョー・ミクソンをテキサンズに放出したところ、代わりに獲得したコルツのランニングバックザック・モスがどのような活躍を見せるかでチームの勢いが変わってきそうな状態。 NFL でトップクラスの人気を誇るスーパースターのジョー・バローが復活のシーズンで何を成し遂げるか非常に楽しみな1年となりそうです。昨年ルーキー QB の CJ ストラウドの大活躍により長らくの低迷から抜け出し10勝7敗で地区優勝を果たしたテキサンズ。オフェンス新人王に輝いたストラウドは15試合に出場しパス4108ヤード23タッチダウン5インターセプションという素晴らしい成績を記録。インターセプションパーセンテージと1試合平均獲得ヤードで NFL1 位を獲得しました。この勢いに乗りオフシーズンも積極的な補強を行っているテキサンズですが、やはり一番の話題はビルズのエースレシーバーステフォン・ディグスの獲得でしょう。6年連続で1000ヤードキャッチを記録しているディグス、さらに昨年ブレイクしたニコ・コリンズ、そしてタンクデルなどかなり魅力的なレシーバーが揃ったテキサンズ。とにかく正確で冷静なプレー運びができるストラウドにとって使える武器は昨年以上に揃った印象。あとは2年目のジンクスに悩まされなければ昨年以上の高みへチームを押し上げることができるかもしれません。2021年のドラフト全体1位であるトレバー・ローレンス。
彼の加入以降、毎年地区優勝を争うまでに復活したジャガーズですが、昨年は後半戦で失速し、地区優勝の座を敵サンズに明け渡す形となりました。ローレンスは16試合に出場し4016ヤード21タッチダウン14インターセプション。非常に苦しいチーム事情の中で、シーズン終盤には怪我を抱えながら孤軍奮闘している姿が印象的でした。今年で4年目を迎えるローレンスですが、規定路線としてはジャガーズとの契約延長というイメージですが、このオフシーズンにチームは昨年のペイトリオッツの先発 QB マック・ジョーンズを獲得。万が一ローレンスとの契約がまとまらない場合にも備えているようにも思います。昨年のリーディングレシーバーであるカルビン・リドリーを放出し、ビルズからガブリエル・デイビスを獲得したこのオフシーズン、ローレンスの契約延長にとっても大事な1年が始まろうとしています。23年のドラフト全体4位のアンソニー・リチャードソンとともに出発した昨年のコルツ。しかしモバイル QB スタイルである彼はわずか4試合の出場にとどまりシーズンエンド。しかしながら今年は復活し、今一度先発に座ることが予想されます。バックアップ QB であったガードナー・ミンシューがチームを落ち着かせ、得意のフィールドゴールを武器に勝ち星を積み重ねたコルツは最終成績9勝8敗と終盤までプレーオフ進出争いに絡んだシーズンでした。そんな中、功労者であったミンシューはシーズンの成績を引っ提げてレーダースへ移籍。非常に貴重なバックアップ QB の後釜には、同じく昨年バックアップとしてブラウンズ躍進の立役者となった大ベテランのジョー・フラッコを獲得。今年もコルツは爆発的な攻撃力というよりかは、試合巧者で確実に得点を積み重ねるスタイルで手強い相手となっていくのではないでしょうか。21年まで同地区の覇者として君臨してきたタイタンズですが、ここ数年はチームの再構築に追われている状態。激しい覇権争いが行われている同地区において、今シーズンチームの先発 QB を任されるであろうと言われているのが、昨年のドラフト2巡目全体33位で入団したウィル・レビス。昨年は9試合に出場し1808ヤード8タッチダウン4インターセプション。シーズン途中からの出場というところで、まだまだ本領は発揮できていないことと思いますが、持ち前の剛腕でチームに活力を与えたことは確かでしょう。その一方で、9試合で28サックと、まだまだ荒削りな部分があるのも確か。同地区ではストラウドとローレンスが頭一つ抜けている印象の中で、同期のアンソニー・リチャードソンとともに、上位チームにインパクトを与えられるか非常に楽しみです。チームの象徴であったランニングバック、デレック・ヘンリーを放出したタイタンズ。24年は新時代の始まりとも言えるでしょう。苦しみながらもスーパーボウル連覇。現在の NFL において最高の選手という評価を集めているのが、チーフスの先発 QB、パトリック・マホームズ。もちろんチームの戦力も確かではあるのですが、逆境でも彼なら何とかしてくれるという期待が常にある選手です。昨年の成績は16試合で4183ヤード27タッチダウン14インターセプション。この記録は近年のマホームズにとって最も悪い部類の成績であり、シーズン中何度もレシーバーとのコンビネーションに頭を悩ませる姿も見せていました。しかし終わってみればスーパーボウル連覇。結果が全てと言われているスポーツにおいて、常にトップを走り続けているキングと言えるでしょう。今年はドラフト1巡目で高速レシーバーのゼイビア・ワーシーを獲得。そのスピードは、かつて最強デュオを組んだ現ドルフィンズのタイリーク・ヒル以上と言われており、彼の活躍次第では、昨年の問題点であったレシーバーとのコンビネーションというところも解消していくかもしれません。前人未到の3連覇を成し遂げるのか、マホームズが引っ張るチーフスは今年も強いことでしょう。昨年8勝9敗と負け越してしまい、どこかシャキッとしないシーズンとなってしまったレーダース。ドラフトで新しい QB を探すのではと言われていましたが、結局今シーズンはコルツから迎え入れたガードナー・ミンシューが現時点では先発濃厚と言われています。昨年バックアップから昇格し17試合に出場したミンシューは3305ヤード15タッチダウン9インターセプションを記録。数字こそ圧倒的ではないにせよ、チームの戦術を確実に再現する部分において高評価を獲得し、自身初のプロボウルに選出されました。レーダースといえば昨年の終盤に先発に定着した今年2年目のエイダン・オコンネルもいる状態。オコンネルは11試合に出場し2218ヤード12タッチダウン7インターセプションを記録。ルーキーながらにチームに希望を与えました。現時点ではミンシュー、しかしその後ろには将来有望なオコンネル。レーダースに関してはチーム内の先発 QB 争いも今シーズンの一つの見どころとなっていきそうです。ラッセル・ウィルソンと共に歩んだチーム再建の道はわずか2年で終了。
巨額のデッドマネーを計上しながらもウィルソンを放出し、先発候補としてドラフトで獲得したのがオレゴン大学のボーニックス。もう少し後での指名が予想されていたニックスを全体12位で獲得した裏には、ブロンコスが今年彼を先発に据えて即戦力として出場させるという意図がある、そう語る評論家もいるそうです。まだ移籍市場は閉まっていないと前置きをした上で、現在の QB ロースターを見てみると、ドラフトで獲得したニックス、ジェッツから獲得したザック・ウィルソン、そして昨年バックアップを務めたスティッドハムというラインナップ。この3人を見てみると、まずはニックスを中心に進んでいき、もし行き詰まってしまったらザック・ウィルソンにチェンジという感じが濃厚な方向性かなと個人的には思います。何はともあれ、ラッセル・ウィルソンのカットを通じて強烈なチーム再建のメッセージを放ったブロンコス、どのようなシーズンを過ごすのか楽しみです。昨年地区最下位の5勝12敗という結果に終わってしまったチャージャーズ。ここ数年着実に成績を上げてきただけに、この成績は非常にショッキングなものがありました。先発を務めるのは NFL 屈指のパサーであるジャスティン・ハーバート。2年目の21年には5014ヤード、22年は4739ヤードという素晴らしい成績を収めていた彼ですが、昨年は13試合の出場にとどまり、3134ヤード20タッチダウン7インターセプションという成績に終わってしまいました。彼の4年間のキャリアで初の4000ヤード以下のパスヤードとなってしまったのも印象的でした。オフェンスラインの十分なプロテクションが受けれていない印象のハーバートは、毎年のようにハードヒットを食らい負傷してしまうのが少しかわいそうなところ。今年はミシガン大学を率いていたジョン・ハーボーが新ヘッドコーチに就任。さらにエースレシーバーのキーナン・アレン、そしてマイク・ウィリアムスというチームの中心選手を放出。新たに生まれ変わる1年となるであろうチャージャーズ。ハーバートのポテンシャルを最大限に活かせるチームに生まれ変われるのかが、地区優勝争いに加わる鍵となりそうです。